皆さんこんにちは、こんばんは。先生と申します。今回はこのでかい箱、パーフェクトグレードアンリーシュド RX78-2 ガンダムをゲットしてきたので、そちらの組み立てとレビューを行っていきたいと思います。いや、しかし箱がでかい。今まで作った中ででかいと言っていいでしょう。 RG ジオングのエフェクトセットなんですが、それ2個分ぐらいですね。ハロプラなんかもうこれに詰まってくるんじゃないかっていうぐらいの大きさです。裏面には説明が書いてあります。ガンプラエボリューションリンクシステム。本当にガンダムを作っているかのような感覚を味わえる、そういう仕様になっています。そして LED 演出。ビームサーベルも光るみたいですね。そしてマテリアル、金属パーツも付属しております。その他モリモリのギミックがかなり搭載されています。楽しみですね。早速作っていきましょう。と、その前にこのチャンネルは今回の動画をはじめ様々なガンプラを作って塗装していたりします。ぜひ他の動画もご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最近塗装してないですけどね、頑張ってパーフェクトグレードも塗装していきたいと思います。ぜひそれを見逃したくない方はチャンネル登録お願いします。それでは動画に戻ります。まずはランナーを確認していきますが、かなりたくさんで数えたくありません。こんな感じでぎっしりにランナーが詰まっています。はい、ランナーを並べてみました。全部ではありません。乗り切れませんでした。おそらく内部フレームになります。そしてこちらがマニプレーターのパーツ。かなりでかいですね。パーフェクトグレード初めてなんですけど、こんなにでかいとは想像もつきませんでした。そして縦の裏打ちもかなりでかいですね。手のひらサイズ。そしてアドバンスと MS ジョイントを思わせるこのような稼働するパーツ。そしてトラスモールドのシルバーパーツ。シルバーメッキパーツ、ゴールドメッキパーツ、そしてピカピカのクロームメッキパーツになっています。そしてこちらが外装パーツの色付きのパーツですね。かなり細かく分けられています。そしてパイロットのフィギュア、アムロ、レイ、セーラ、マスのフィギュアがついています。そしてポリキャップ、LED の発光を強めるクリアパーツ、そしてビームサーベルのエフェクトパーツ。かなりでかいですね。20センチぐらいあるんじゃないでしょうか。そして残りのパーツは金属パーツになっています。そして LED 発光ユニット、ビームサーベルの発光ユニットもついてます。そしてマーキングシール、ホイールシール、そしてプラスチックシール、そしてこちら金属をレーザーで切り出したエッチングシールがついています。そしてこの説明書、かなり分厚いですよね。中には細かく説明が書いてあります。そして驚異の65ページ、初めて見ました。早速これを見ながら作っていきたいと思います。はい、早速説明書を見て作っていくんですが、最初から切り出してしまったらこのキットの良さがないので、このようにフェーズ1からフェーズ5までしっかり説明が書いてあるので、作りつつ楽しみつつやっていきたいなと思います。まずはフェーズ1から2にかけての作成に移ります。まずはこの足のアドバンスと MS ジョイントみたいなパーツから作り出していきます。いや、しかしながらパーフェクトグレード生涯初めてなんですけども、これが発表された瞬間 Amazon で私は予約できたので手に入ったんですけども、12月19日の発売日、
結構皆さん並んでたみたいで手に入んなかった人もいるんじゃないでしょうか。あとは転売ヤーの餌食になってしまいましたね。そういったことが今後はないようにどうにかできないんですかね。素晴らしい作品なので、ぜひ買いたい皆さんの元に行ってほしいところです。そんなこんなで足のパーツだけ完成しました。見てください。この情報量、そしてでかさ、手のひらサイズぐらいあります。もちろん可動域は良好で、このように膝はしっかり曲がって、膝を曲げると中のシリンダーを連動して動きます。つま先も曲がるようになっているので、膝立ちも余裕ですね。そして足首も柔軟なので、このように足を大きく開いたポージングも簡単に取れそうです。残りもじゃんじゃん作っていきたいと思います。作ってて気づいたんですけど、このキットはランナーが細かく分解できるようになってまして、パーツが作り終わるとそのランナーは捨てていいですよっていうような案内が書いてあります。なのでランナーがあちこち行ったりとかごちゃごちゃすることがないいいキットかなと思います。そんなこんなでフェーズ1から2までを作り終えました。頭部以外ですけど、見てください。このかっこよさ。スカート、リアスカートも一枚一枚動きます。そしてボディも左右に柔軟に動きます。結構時間はかかっているんですけども、作りながら楽しめるキットかなと思います。前後にもこのように動きます。バーニアは金属パーツ、内側がクリアパーツになってます。首もシリンダーがついてて動くと連動します。手首にもそのシリンダーがついてます。手の拳の中はクロームメッキパーツ、キラキラしてます。腕も二重関節になっていて当たり前のようにこのように動きます。そして各パーツがしっかりはまるのでポロリが全然ありません。足もスカートが一枚一枚ちゃんと動くので、かなり足も前に曲がります。いろんなポーズが取れるような、そういう素晴らしい可動域を達成しています。いや、すごいですね。ずっしり重い感じもパーフェクトブレードって感じなんでしょうか。残りの頭部パーツも作ってフェーズ3に移っていきたいと思います。早速フェーズ3に移ります。トラスフレームの装着。まずは足のパーツから。こちらが足のパーツになります。足のパーツはシルバーメッキ、クロムメッキとかなり金属パーツが細かく分けられています。そしてこのまま作るというのが説明書なんですが、足のパーツを取り外して今回は作りました。そっちの方が楽だったんで。金属パーツもただ一色の金属パーツじゃなくて、いろいろメッキ調のパーツだったり艶消しパーツだったり、そういったパーツがあるのでかなり情報量が増しています。はい、こんな感じで出来上がりました。左右のパーツで比べてみます。こんな感じです。一気にメカメカしさが上がったと思います。いや、素晴らしいですね。この調子でどんどん組み立てていきます。フェーズ4、外装パーツの装着に移ります。足のパーツから。パーツはこんな感じですね。こちらは右足のパーツだけになります。
映像だと白が一色のように見えますが、ちょっとグレーがかった色でしっかり色分けがされています。赤のパーツも濃いレッドと薄いレッド、それが分けられています。そしてハッチオープンのギミックが搭載されてますので、そういうようなパーツも装着していきます。エボリューションリンクシステム、本当にガンダムを作っているかのようなこの仕様、それを感じましたね。フェーズ1から2、そして3、4になるにつれて一回一回達成感を味わえます。27,500円と結構高額なガンプラなのですが、それに相当した多彩なギミック、そして楽しみながら作れる、そういう演出、この値段は納得かなと思います。はい、完成しました。素晴らしい出来ですね。比べてみるとこんな感じ。一気にガンダム感が増しました。この足だけ売ってもいいくらいですね。5000円でどうでしょう。素晴らしい。膝を曲げるともちろんシリンダーが中から見えます。つま先も曲がるので膝立ちも可能になってます。まさにガンダム。パネルラインがとても参考になりますね。今後のガンプラ作品に取り入れていこうかなと思います。そしてついに完成しました。見てください。この完成度。素晴らしいですね。でかくてカメラに収まらないんですけど、頭部もめちゃくちゃイケメンです。目のツインアイの部分はイエローのクリアパーツになっています。肩のパーツも一枚一枚このように動きます。そして付属のパーツはパーの状態のマニピュレーター、ビームライフル用のマニピュレーター、ビームサーベル用のマニピュレーターになってます。そしてビームライフル、かなりでかい。そしてパーツが一個一個細かいですね。メッキパーツもいい感じを醸し出してます。開くギミックもついてます。そしてシールド、めちゃくちゃでかい。そしてここ閉まるギミックがあったんですね。初めて知りました。で、腕のところには磁石がついているんですね。磁石で腕にはめるみたいです。そしてコアファイターももちろんついてます。こちらミサイルを展開するギミックもついてます。こちらもちろん折りたたむことができます。そしてガンダムに収納することもできます。フィギュアのアムロ・レイ、そしてセクシーなセーラーマスのフィギュア、素晴らしい出来ですね。それではターンテーブルで見ていきたいと思います。フェーズ1から完成まで全ての映像をお楽しみください。どうぞ。フェーズ1組み立て、インサートフレームにより人型の骨格を作り上げる。フェーズ2稼働、胴体や腰回りの連動ギミックなどに新設計の稼働機構を採用。フェーズ3構造、トラスフレーム構造を取り入れることで圧倒的情報量の内部構造を実現。
フェーズ4、外装。外装には多彩なマテリアルを採用することでさらなる情報量を付与。このキットの最大の見どころ、ハッチオープンをやっていきたいと思います。このようにハッチオープンのギミックがあるところをちょっとずつ開けていきます。コックピットハッチも開きます。そちらがこのフェーズ5演出。ガンプラ史上最多のハッチオープンを実現。コックピットハッチや各部のメンテナンスハッチが開放することでトラスフレーム、さらに脚部の内蔵された放熱・吸熱用のヒートシンクなどメカニカルな構造が露出する。そして最後 LED 発光ギミックを試してみたいと思います。使うのはこの LED ユニットですね。電池は別売りなのでこのように LR41 という電池を買ってきましょう。このように中に入れるとスイッチを押すとこんな感じで光ります。そちらをこのように頭部に取り付けます。コックピットハッチを素早く引いて戻すとこのように目が光ります。目の演出はかなり用意されていていろんなバリエーションがあります。ビームサーベルの LED もこのように付属の電池を入れると中がこのように光ります。このビームサーベルはビームサーベルを光らせるだけではなくてこのようにバックパックに挿入することでバーニアを光らせることができます。せっかくなのでポージングをして発光させたポージングも撮ってみましょう。はい、今回はパーフェクトグレードアンリーシュド RX78 の2ガンダムの勝ち組とレビューを行いました。いかがだったでしょうか。文句なし究極のガンプラだったと思います。作っていても全然苦になりません。
むしろワクワクしながら組み立てることができました。この感覚をぜひ皆さんにも味わっていただきたいんですが、なかなか手に入らないですよね。バンダイさん、早く再販してください。その際はぜひ皆さんも購入して遊んでみてはいかがでしょうか。もちろんこのキット塗装予定です。しかしながらギミックが満載で、今回勝ち組編ということで動画を分けさせていただきました。これから鬼塗装に入ります。年内のアップは厳しいかな。そちらの動画も気になる方がぜひいらっしゃったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみに。バイバイ。